今回の注目カードはこれ。妨害とサポートを兼ねたカードが来たぞー。対戦よろしくお願いします。皆さんこんにちは、代理のゆっくりレ夢ムです。今回はデュエリストカップファーストを突破した炎の剣士 BK を紹介します。このデッキは炎の剣士というテーマのカードを数枚出張し、デンプシーからアクセスすることで妨害とサポートを行います。詳しい内容はこの後のデッキ紹介で行いますが、BK に不足している打点と妨害を解決してくれます。素引きでも腐らないのもポイントだ。さて、そろそろ試合の方に移っていきたいと思います。お相手はドラゴンリンクですね。うららは当然弾いて展開を通していきます。早速デンプシーから桃園の剣士にアクセスし罠をサーチします。このカードは召喚時と墓地へ行った時に罠をサーチでき、どちらも対象を取らずにモンスターを裏側守備表示にできます。うららがあったので墓穴を使わなかったみたいですが、こちらには屋敷わらしがいるので無理やり通していきます。このように墓地効果を多用し、現環境にも刺さりは良いので、屋敷わらしは3枚採用しています。こちらの妨害は、モンスター効果無効、対象を取らない裏側表示変更のみ妨害です。ドラゴンリンクは初動が5つも重なったデッキなので、手札が少ない今は最初のモンスターを妨害していけば良いと思います。対象を取らないのが本当に優秀ですね。どちらが裏になるかがわからないので効果を誘発できます。裏側になるのでリンクやシンクロ素材にもできないです。ターンが回ってきましたね。もう妨害はないので展開してワンキルを狙っていきます。いつものフェニックスブレードで BK 全員が2回攻撃できるよう展開します。守備モンスターがいるので、できるだけ BK たちを増やしていきます。このデンプシーからブラダマンテをサーチすることで、デッキから好きな装備カードを装備させます。総攻撃だー。第1だ。第2だ。第3だ。第4だ。これで最後だ。5連だ。対戦ありがとうございました。それではデッキ紹介です。どうぞ。はい、こちらがデッキ一覧です。まずはカード紹介です。炎の剣士は桃園の剣士が召喚時に炎の剣士記載カードをサーチでき、墓地へ行くと炎の剣士記載カードを墓地へ送れます。この効果でサーチするのが特殊召喚時に対象を取らずに裏側表示にする炎の剣舞。航行時は炎戦士族攻撃宣言時にフィールド1枚破壊する冬季演算剣をサーチします。演算剣は炎の剣士記載カードをサーチできるので桃園の剣士と相互サーチになっています。桃園の剣士が墓地に行ったらこの飛竜炎サラマンドラを落とします。このカードが墓地へ行くとサラマンドラ魔法穴をサーチでき、これで炎属性モンスターに装備させることで対象を取らずに裏側にできる鎖付きサラマンドラをサーチします。鎖付きは墓地効果で炎の戦士かドラゴンの融合モンスターを特殊召喚できます。その効果で出す冬季演算竜が1枚の採用になっています。基本運用としてはデンプシーが場に出た時に炎属性戦士族をサーチか墓地へ送れるので、これで桃園の剣士を落としてアクセスしていきます。次にこの方の強みを解説していきます。大きく分けて3つあります。1つ目はパーツ素引きでも最低1妨害になる点です。罠素引きもちろん、サラマンドラは戦士族に手札、墓地から装備できるので、装備させエクシーズなどで墓地へ送れば罠をサーチできます。装備先がいなくても召喚しアルミラージに変換することでサーチが可能です。桃園の剣士も召喚すれば1妨害増えるので素引きに困らないです。2つ目はカウンター罠素引き時の動きが強くなります。今まではカウンター罠素引き時はデンプシーの効果先を持て余しており、後続をサーチするかチーフセコンドでデンプシーを守っていました。この型にすることで桃園の剣士を落とし鎖付きをサーチすることで、妨害をしつつデンプシーを守ることができるようになりました。3つ目はパーツ使用後にも活用手段があることです。鎖付きは墓地効果で融合体を出すことができるので、リトルナイトの効果発動条件を満たすことができます。サラマンドラは墓地から装備できるので一滴のコストになります。単体消費で終わらず腐りにくいので FA 型よりもストレスなく運用できました。デッキ紹介は以上です。続いてリプレイをどうぞ。対戦よろしくお願いします。残念ながら今回は初動がありません。誘発がたくさんあるのでこれで戦います。ちなみに1枚初動率は 74% で組み合わせ初動含めるともう少し高くなります。楽園ですね。とりあえず G を通さないとお話にならないので投げていきます。楽園は G 受けがよく数枚ドローで終わることもありますが、相手ターン中に特殊召喚をしまくるので、待つのも手段の一つですね。この場合は投げないとそのままリーサルですが、2枚あるので贅沢に使っていきます。単体最強カードの一角、禁止帰りのドラグーンが出てきました。万能無効、対象耐性、破壊耐性の強力モンスターです。グランギニョルでさらに展開を伸ばそうとしたのでここは止めます。なんとか耐えることができましたね。この時は一滴の枠に大嵐、羽帽子を入れていましたが、先行の手数にならないので抜きました。このデュエルは使わなかった妨害もあるのでそこまで影響はないです。墓穴コストに一滴でも同じようなことができますね。G で融合を牽制していきます。基本的にドラグーンの回答は基本か一滴ぐらいなので、出されると厄介なモンスターです。チーフセコンドは永続効果なので発動せず使えるのがいいところですね。2体のモンスターを並べられたのでドラグーンを誘います。使ってくれましたね。もう1枚はさっき回収したカードなのでこれで全部わかりましたね。先玉から基本を出していきます。グランギニョルはモンスター効果で特殊召喚すると後続を出してくるので注意ですね。私もよく忘れますが、このデュエルはレベルアップがかかっていたので、慎重にプレイしています。最後に罠をサーチしてエンドです。妨害としては、モンスター効果無効、魔法罠無効、裏側表示変更の3妨害です。
当園の剣士をサーチする択もありましたが、妨害が足りず負けるのが嫌なので安定択にしました。初動なので当然無効にします。ターンが返ってきましたね。お相手が引いたカードを考えながらプレイしていきます。トップ強すぎですがうららだけが怖いですね。どうやら違ったみたいです。ラブもなかったのでギミックパーツを引いた可能性が高いですね。ウランギニョルがいるのでモンスター効果で特殊召喚せずにリトルナイトを出し除去します。しっかり殴ってから除外です。融合するならリトルナイトで素材を除外できるのでお相手視点かなり嫌だと思います。このターンは後続を確保してエンドです。まだ妨害もそこそこあるので大丈夫でしょう。さっきか今引いたパーツを出してターンが回ってきました。本当ならここからワンキル展開をしたいところですが、60枚ということは誘発のかさ増しで2ビルがいる可能性があります。妨害にも余裕があるのでここはじわじわ攻めていきます。誘発モンスター1800を警戒して2000から殴っていきます。ちょうど1800のモンスターだったので正解でしたね。4回目の特殊召喚で止めて2ビルに触れずにエンドです。文字で1ドローと後続確保です。ここリトルナイトに装備して戦闘破壊されないようにした方が頑丈でしたね。追加でモンスター効果無効と、デッキからの行動無効が来たので、ちょっと省きが出始めています。そんなんだから大事な時にプレイするんだ。今しめろ。反省します。先ほどまで抱えていたのに使わなかったカードを出してきたので、引いたカードはモンスター関連ですね。正解はマグナムートでした。どんどん妨害を当てていきます。表示で追加ドローしていきます。最後の手札はサイでした。うららで止めて完封ですね。対戦ありがとうございました。続いての試合です。どうぞ。対戦よろしくお願いします。誘発12枚と一滴が2枚あり、約 58% でそのうちの2枚を引けるので高校でもそこそこ抗うことはできます。お相手はユベルですね。初動を止めましたが、危うく貫通されるところでした。ターンが回ってきましたね。ユベル対面は超融合を警戒して展開していきます。うららチェックでデュランダルから入りましたが何もなかったです。チープセコンドとアッパーカッターを並べると超融合を食らうので、先玉で電気シーを立てていきます。ここまで何もないということは、手札にスピリットオブユベルがいる可能性もあるので守備で様子見します。ユベルがいればファントムに変換してそうだから可能性は低いけどな。安定卓大事よ。効果を使ったので除去しながら来ました。首から剣道です。安定卓とは、油断があったことは認めます。それはそれとして開門は初動なので止めます。アナコンダでドラグーンを融合しようとしてきたのでここも止めます。結果的に止まったのでよしとしましょう。もっと気をつけな。ターンが返ってきましたね。アッパーカッターの効果を使わないことで、超融合された場合でも墓地効果で電気シーを蘇生できるので、使わずに展開していきます。2体並んだ時点で何もなかったので他のカードかもしれません。当園の剣士を落として妨害を増やしていきます。去りつきをサーチします。アッパーカッターでカウンターを再セットしていきます。これにより現在の妨害は、モンスター効果無効、魔法穴無効、裏守備変更、墓地に触れる効果を無効の4妨害です。クロスカウンターがあるので手札にユベルがあったとしても、無効にできるので強気に殴りました。聖地枚でターンが返ってきましたね。再び超融合を警戒していきたいと思います。墓地に行ってもいいように効果は使いません。ここでユベルが来ましたね。戦闘で破壊されないモンスターなので当然無効にします。屋敷わらしで後続特殊召喚は止めます。ユベルを壁にしようとしたのでカウンターで無効にします。あとは攻撃するだけですね。ダメージステップに去りつきを発動し打点を上げてフィニッシュです。対戦ありがとうございました。魔法穴破壊だけはやめてくれ。絶対だぞー。